咸陽は陥落した。これで秦は滅んだ。咸陽一番乗りおめでとうございます。これで愛梨様は漢中王。宝越、劉邦が到着するのはいつか。愛梨様、あの女のこと気にしすぎじゃないですか。大きいのは口と態度と胸ばっかり。愛嬌で生きていけるって勘違いしてるようなものだし。劉邦はこの項羽の前に立ちはだかる。必ずだ。これで全てか。降伏した皇帝と近侍の者は捕らえましたが、まだ逃亡している者がおります。探し出して全て切れ。秦王の血は一滴たりとも残さぬ。おはよう、匠。起こそうと思ってたよ。そろそろ出発するけど、体は大丈夫？なんだよ、朝から私の顔をじっと見つめちゃってさ。見とれた？惚れ直した？違います。罪人はハイに帰ったら捕まるもん。この近くで仲間と一緒に世を忍んでるんだけど、そこへ。リンゴは普段ハイで肉屋さんやってるよ。罪人にされた哀れな姉を危険を顧みず助けてくれるできた妹分ってわけ。芝仙くん、少し歩くことになるけれど、隠れ家に着いたらきちんと傷の手当てができるし、食べ物も出せると思うから。まあまあ、姉さんの恩人なだけじゃなくて礼儀正しいのね。いい子です。それじゃあ出発するわよ。姉さん、一人で行っちゃダメ。それに下山するにはこっちよ。赤龍の乙女が赤い天の印の導きで白蛇を倒してのご帰還なんだか
芝仙くん、キョロキョロして寄せ集めみたいな場所が珍しい？あ、ごめんなさい。詮索するなって姉さんに言われてたのに、ここは姉さんたちが一から作った場所なんだって。すごく苦労したでしょうね。こらこら、来るたびに涙ぐまないの。なんとかやっていけるのもリンファや昇華の仕送りのおかげなんだし。そうかしら。町に行ったらもっと大勢いるのよ。姉さんのおかげでここのみんなは笑っていられる。だからみんな姉さんが大好きなの。そういうところもあるわね。たくみ、早く行こう。怪我の手当てをちゃんとして、それから。お待ちかねだよ。久しぶりにパーッとやっちゃおうよ。劉邦の帰還祝いだからね。普段はあまり余裕ないけど、今日は酒も食べ物も奮発しちゃうぞ。杯にどんどん注いでよ。よーし。生きてるって感じ。私が死んだと思った？ないない。劉邦は赤龍の乙女なんだから。ちょっぴりやばいかなって時もあったけど、みんなの顔がまた見られて幸せじゃよ。芝仙くん、顔色良くないわ。怪我が辛いんじゃない？お師匠さんと二人で暮らしてたのなら、大勢で騒ぐのは久しぶりね。姉さんは騒ぐのがとっても好きな人なの。もし疲れたら無理せず言ってね。お姉ちゃんでいいのよ。姉さんの恩人は私の恩人。だから芝仙くんは弟みたいなもので、私は半海お姉ちゃん。真の労役はすっごく厳しくて、年季が明ける前に
10人に3人は死ぬと言われてるの。そこで大白蛇は鎌首をもたげる。私と芝仙は絶体絶命の窮地に。でしょ？姉さんの一番可愛いところなのよ。赤龍の乙女の天命ももはやこれまでかと。そこへ半海がババーンと駆けつけ、体験の一振りで大白蛇を吹き飛ばす。私はえいやーとばかりに。たくみ、こっち来てよ。大事なことを忘れるところだった。さあ、あんたたちに紹介するわね。こちらは芝仙。この人はね、天の使いなんだから。だって流れ星が落ちてきた山にいたし、羅生、絹、朝見たことない布の着物着てるし、素性は内緒だし、助けたすぐ後で化け物みたいな大白蛇が出てくるし、私のことも知ってたし、それと私を助けてくれたし、だから芝仙は随長で天の使い。はい、決まり。それにね、白蛇といえば真の象徴でしょ。それを天の使いの加護を得た赤龍の乙女がやっつけた。まさに天命そのものだよ。マジで？私も聞いたことがあるわ。よく当たると評判の占い師のおばあさんに会った時に聞かされた話よ。白い大樹が揺らぎ、地が朝のごとく乱れた時、天のしるべをいただく竜が現れ、大陸に1000年の楽土を築くだろう。とかなんとか。噛まないわよ、バカ。それよりもよくぞ言った。そう、私は赤龍の乙女、この大陸の王になるわ。龍鳳こそ予言された龍よ。
姉さんが王になるっていつも言ってたのは本当だったのよ。だって天の使いが現れたんだもの。芝線のおかげで踏ん切りついたよ。挙兵して必ず王になる。そしたら贅沢させてあげるからね。もしかして訳ありだとか気にしてんの？私たちとっくにマブでしょ、匠。そっか、これからはマブじゃなくて王と天のしるべだっけ。盛り上がっているのにごめんなさい。姉さん、そろそろ大事な話をさせて。ああ、そっちもあったか。わかった。匠、また後でね。リンファ、匠を下ろしなさい。乱暴しちゃダメって言ったでしょ。乱暴はしてません。ちょっとだけ聞きたいことがあるの。やばいかも。リンファがマジ切れしてる。姉さんからは聞くなと言われてたけど、芝仙君は何者なの？姉さんを灰の頭にする。私と翔花ちゃんと剣霊しか知らない内緒のお話で、まだ姉さんにもしてなかったんだから。匠は天のしるべなんだよ。不思議でもいいじゃん。リンファだって占い大好きなくせに。それとこれとは別。まあ芝仙君の素性が怪しいのは別にいいの。でも内緒話の中身を知られてるとなるとね。姉さんの恩人でも納得のいく説明をしてくれないなら。匠、大当たりだって。これって本物の天のしるべじゃん。すげえ。てか私王になるしかないって。というわけよ、リンファ。匠は大事な人だから。本物の天のしるべということにして詮索無用と。姉さんの頼みでもそれは。
じゃあさ、リンファは匠が何だと思う？真の手先とか、姉さんを罠にかけようとして。おいおい、マジで？確かにとても密偵には見えない。本物の天のしるべ。不思議の力があるとでも思わないと説明のつかないことが多すぎるわね。芝仙君は姉さんの恩人、他ならぬ姉さんの頼みでもあるし。だからって飲み込めないわ。身なりも振る舞いも何もかもが噛み合わない。この半壊の首をかけてもいい。この子絶対に何かある。匠が何者だとか別に気にしないけどな。最高に面白い子じゃん。こんな人に会えたのは2度目。こりゃ手元に置くっきゃないっしょ。姉さんの心情ではそうだとしても私は受け入れられない。芝仙君が姉さんにとっての足ならばこの半壊の首をかけて切り捨てる。よしんば、この子が本物の天のしるべで歯向かったこの身に天の怒りが下るとしても恐れるべきものやある。よーし。姉さん、何を？私が仕切るって言ってるの。わかりました。匠はさ、何をしたいの？力を貸してくれるってこと？すっごく嬉しいけど今はこんなのだよ。兵も持たないどころか官職もない罪人。まだ何者でもない。そっか、匠は信じてくれるんだね。目と言葉に嘘はない。全てをさらけ出したわけじゃなくてもこれは芝仙君なりの本気なのね。よーし、いいこと思いついちゃった。リンファのお話、匠にも聞いてもらおうよ。姉さんの誰かで構わず身内にしちゃう癖、さすがにどうかと思うわ。芝仙君の目は確かに本気だけど姉さんと一緒に走るって。一緒に歩むんじゃなくて走
ところがいいの？まだ匠の素性が心配なの？何かあったらリーファが守ってくれたらいいじゃん。リンファが難しい相談してきても私にわかるわけないでしょ。匠ってさ、すっごい面白いよ。私たちとは全然違う何かを見てるもん。だから助言してもらった方が絶対いい結果になるって。それにかっこいいじゃん。おしさんのために身を投げ打とうなんて。その心意気やよしってやつだよね。言うと思った。姉さんの言ったように芝仙君には何かがあるかも。わかりました。姉さんは絶対に折れないとすれば、私が折れるか離反するしかないし、それなら答えは決まっているわ。やったー。だからリンファ好き好き。匠のこと信じてるよ。だって私のこと赤龍の乙女だって言ってくれたでしょ。そんなこと言われたの初めて。キューンだったよ。超きたーって感じ。だから匠は今日から私の天のしるべだよ。何が？そっか。じゃあ私たち初めて同士だね。ねえ、匠は今どんな気持ち？そういうのはね、ワクワクしてるっていうの。